この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。プロ絵師の機材全部合計したらいくらぐらいなのということで、こんにちは、斉藤直樹です。先日ですね、こんなツイートをしました。プロ絵師が作業に使う機材を全部合計したら金額はどのぐらいだと思いますか？これ結構皆さん気になりませんか？はい、ここがですね、僕が普段作業している仕事場なんですけど、そんなにね、広くは見えないと思います。だいたい6畳ぐらいかな。ちょっとね、YouTube の撮影なんかもするようになって、手狭になってきたので、近々ね、引っ越ししようかな、なんていう風に思っているんですが、どうでしょう？見た限りね、そんなに多くの機材があるようには見えませんよね。でね、この部屋の中にあるお絵描き作業に使う機材の値段を皆さんと一緒に確かめていこうと思います。僕もですね、そんなに普段値段を気にしながら作業しているわけじゃないので、当然ですね、お絵描きに使う機材、値段を全部合計したことってありません。なのでね、全部合計したらいくらぐらいなのかなっていう風に、そういえば気になるんですね。あとはですね、せっかく紹介するので、値段だけではなくて、なんでこの機材を使っているのか、その理由や、ちょっと高かったけど、これにして良かったなって思うもの、あと逆に正直ね、もうちょっと安い機材でも良かったなって思うものまで、包み隠さず紹介していければと思います。それでは早速、行ってみましょう。パソコン。はい、まずですね、最初に紹介するのは、僕はね、デジタルでお絵描きしているので、メインで使用している iMac ですね。iMac Retina 5K27 インチ2020年モデルです。お値段はですね、最初から結構いっちゃってます。61万9680円ですね。いや、これね、結構高いですよね。正確に言うとですね、Apple Care の約2万2000円分も含まれた値段なので、それを引くと59万円ぐらいではあるんですが、iMac をですね、買う時にほぼフルスペックのものを買っちゃいたくなっちゃったので、全部ね、追加していったらこのぐらいになっちゃいました。お絵描きをするだけだったら、こんなスペックはいらないんですけど、結果的にですけどね、僕はたまに動画編集もする場合があったので、動画編集とか 3D 作業をする場合には、結構パソコン代が高くなるかもしれませんね。あとはですね、多分 Windows の方が同じスペックでも価格を抑えられると思うんですが、僕はですね、Mac 好きなところもあって、確かにね、高いんですけど、好きで使い続けている部分があります。ノートパソコン。で、次に紹介するのはこちらです。ノートパソコン。これはね、あんまり頻繁には使わないんですが、たまに専門学校とかで講義する場合だったり、あとは外でライブペインティングする場合に使うやつですね。16インチ MacBook Pro スペースグレー38万7800円です。いや、高っ！たまにしか使わない機材に38万かよって思いますよね。はい、僕もちょっと今そう思いました。ただね、確かにたまにしか使わないんですが、でもだからこそここにあんまりね、妥協したくなかったっていうのもあります。だってね、僕にとってはたまにかもしれませんが、わざわざ僕の講義を時間をとって見に来てくれる人がいるわけじゃないですか。そこでなるべくベストなパフォーマンスを発揮して、皆さんにね、できるだけ喜んでほしいので、ここでね、妥協しちゃいけないっていう風に思ったんですよね。なので、これも結構妥協せずに、スペックモリモリのやつを買っちゃいましたね。iPad。はい、次は iPad です。iPad Pro 10.5 インチ Wi-Fi モデル 512GB 10万2800円。そして Apple Pencil 第1世代 14,880 円ですね。これに関しては割とプロとしては控えめなスペックじゃないでしょうか。今ね、iPad Pro 12.9 インチモデルで、仮にフルスペックのものを買うとだいたい35万円ぐらいすると思うので、それに比べたら3分の1ぐらいの値段ですね。これはですね、僕のメインの作業がデスクトップパソコンで iPad はあくまでね、補助的な要素でしか使わないからなんですよね。例えば資料を表示しておくとか、あとは寝転んでの下書きとかですね。なのでここは結構、そんなに大事に考えてはいない部分ですね。モニター。はい。で、個人的に結構重要かなって思ってるのが、モニターですね。僕が使っているのは、映像フレックススキャン27インチディスプレイ EV2780 ブラック 94,794 円です。モニターに関してはね、結構上を見たらキリがないっていうぐらい高いモニターもあるんですが、個人的にはね、この辺がちょうどいいかなっていう風に思ってます。個人的にですね、いろいろなメーカーさん使ったんですけど、やっぱりですね、映像のモニターが黄ばんだり青みがかったりしていない
なくていい感じがします。ちなみにですね、このモニターは sRGB っていうモードがあって正確な色再現ができるっていうことが売りなんですが、最近ではですね Adobe RGB っていう sRGB よりもさらに広い色域を再現できるモニターがより安価で手に入るようになってきていますので、これから購入するっていう人はそちらがおすすめですね。あとこのモデルは簡易的なものですけどスピーカーもついているので音質はねあんまり良くないんですが、一応 HDMI ケーブルを挿せばイヤホンをしなくてもゲームができるのも結構嬉しいポイントですね。ペンタブレット。はい、僕はですね、ペンタブレット、板タブも液タブも両方使っているんですけど、僕の場合には板タブをメインに使っています。センスラボペンタブレットミディアム、35,980円ですね。理由はいろいろあるんですが、板タブの方が姿勢よくお絵描きができるっていうのと、あとね、画面から距離を取りやすいので、目が疲れにくいっていうのが大きな理由でしょうか。あとはね、10年以上違うメーカーのタブレットを使ってきたんですが、ここに来てね、センスラボのタブレットをメインで使っている理由は、これね、パソコンとの相性も多分あると思うんですけど、ペンタブを使っているとですね、たまにペン先が画面上で引っかかっちゃったり引きずったりねする現象に悩まされていたんですけど、それがですねセンスラボにしてからなくなったので、その理由で使い続けてますね。ストレスなくお絵描きできて楽しいです。それとですね、液晶タブレットもたまに使うことがあります。何個かメーカーさんにいただいた液タブもあるんですが、自分で購入したのを紹介します。ワコム版液晶タブレット13インチ 44,000円です。最近では安価な液タブも増えてきたので、さほど珍しくはなくなってきたんですけど、このワコム版が出た時にはね、4万円台で液タブが使えるっていうのは僕としてはすごく衝撃的だったのと、あとね、比較的小さくて机上のスペースをあんまり取らないので、これはねすぐに購入して試しました。多分ですね、フルスペックの液晶タブレットに比べたら書き味は若干劣るのかもしれませんが、たまに使う分にはね、僕は十分これでもいけるんじゃないかなっていうふうに思っています。片手デバイス。次に左手デバイスです。これですね、使ったことがない人も多いと思うんですけど、僕的にはね、もう片手デバイス必須のアイテムです。ショートカットキーを割り当てて作業を効率化するデバイスですね。今メインで使っているのはツアーボックスエリート 31,968 円です。これはですね、置き型デバイスで存在感とあと重量感も結構あるんですけど、それゆえに操作しやすいのと、あとね、ホイール操作とかつまみ操作が3種類用意されているのが嬉しいんですよね。これね、ホイールを回す時にカリ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 って返ってくる感触の強さまで調整できるのが個人的にはポイント高いです。ただちょっとですね、片手デバイスとしてはお値段がお高めなので、プロになるぞってね、結構気合を入れて買う商品かもしれません。もう一つ片手デバイス、クリップスタジオタブメイト 4,900 円が5つあります。こちらもですね、以前から僕が紹介している片手デバイス。これは持ち型なので、ツアーボックスとは使い方が違います。どちらを使った方がいいかっていうのは個人差があるので、試してみて相性がいい方を使った方がいいとは思いますが、タブメイトがいいのは比較的安価なことでしょうか。あとはね、持って使えるので、肩こりの解消に効果を発揮します。ちょっとたまに傷なのは、これは僕が同じデバイスを5つ持っている理由にもつながるんですけど、長く使っているとですね、ホイールがだんだんへたってきて誤作動を始めちゃうんですよね。なのでホイールが壊れるたびに買い替えているので、結果的に数が増えちゃうっていう、そこだけ注意かもしれません。最後にもう一つ、センスラボクイッキーズ 11,980 円。これはね、名前の通りセンスラボの片手デバイスです。見ての通り液晶画面がついているので、どこに何のボタンを配置したのかが目で見てわかります。これがね、結構便利ですね。上にね、ホイールがついているのもすごく便利だと思うんですけど、多分ですね、前に紹介した2つのデバイスよりも素早い操作をするのには向いていないので、僕はサブデバイスとして使っています。椅子と机でね、これは機材に入るかどうかなんですが、僕的にはかなり重要なポイントなので使用機材に入れました。椅子と机。まずは椅子がハーマンミラーエンボディチェア 23万1000円です。椅子のくせに高っって大体の人は思うかもしれませんが、これね、椅子だけは絶対にこだわった方がいいです。特に絵描きってどうしてもね、長時間椅子に座って作業する時間が長いので、椅子が体に合っていないと腰を痛めてしまって絵を描くどころじゃなくなってしまうんですよ。あとね、痔になりやすいですからね。なのでこんな風にメッシュ構造になっていて蒸れにくく、体重を分散してくれる椅子を使うのがおすすめですね。エンボディチェアは結構高めなので、10万円前後の椅子でもいい椅子はたくさんあるので、実際にお店に展示してある椅子に座ってみて検討してみてください。
それと机です。ハーマンミラーエンベロップデスク20万9880円。こちらはここの天板の一部が体にフィットするようにへっこんでいて、椅子にね深く座った状態で作業しやすいように設計された机です。これもね結構おすすめではあるんですが、値段がまあ高いのと、あとね単純に廃盤になっちゃってもう売ってませんので中古で買うしかないんですね。なので同じようにへこみがある机で僕がおすすめしたいのはですね、岡村製作所のストライカースイフトっていう昇降デスクですね。これがですね同じようにお腹の部分がへっこんでいていい感じに体にフィットするのと、あとその名の通り机の高さを場面場面で上げ下げできるので、たまにね立って仕事できるなど体にもいい作りになっています。ソフトはですね、細かいものまで含めてしまうと結構数があるんですが、メインで使っているのは主に3つです。まずは Adobe Photoshop。こちらはね、サブスクなので、値段がいくらかはまあ算出しにくいんですが、一応1年で考えさせていただくと、フォトプランで 26,136 円です。お絵描きでフォトショップ使ってんの？クリスタじゃないの？って驚く人も、結構いるんですけど、確かにね、お絵描きだけだったらクリスタの方が使い勝手がいいですし、動作も軽かったりするのでいいんですが、僕はですね、昔からゲームの仕事をする機会が多くて、ゲームとかでチームで一緒に作業をする場合にはですね、他のデザイナーさんがフォトショップを使っている場合も多くて、例えばレイヤー設定などが違うソフトをまたいでしまうと、ずれちゃったりする可能性が高いっていうことが多いので、昔からフォトショップを使う習慣ができちゃってるんですね。そして2つ目がクリスタ。5000円です。クリスタはね、買い切りプランで値段を言っちゃってるんですけど、これからね、サブスクに移行していくようなので、買う時期によっては値段が大きく変わると思います。僕はね、メインがフォトショップとはいえ、やっぱりね、クリスタにはクリスタの良さがありますから、僕の場合には特に線を引く場合にはクリスタを使う場合がありますね。で、3つ目のソフトは、ファイナルカットプロ 36,800 円です。このソフトはですね、お絵描きに直接関係するわけではないんですけど、イラストを動画として編集するときに使っています。最近ですね、動画を Twitter とか YouTube に投稿する機会も増えてきてますから、動画編集ソフトも絵描きにとっては重要なソフトになりつつあるかもしれませんね。コピックマーカー。はい、これまでデジタルの機材を紹介してきたんですが、たまーにですが、アナログで作業することもあるっちゃあります。その時に使うのがこちら。TO コピックマーカーチャオ72色セット 17,010 円です。正確に言うと何色か買い足していますので、もう数千円ね、すると思うんですが、ちょっとね、記録が残っていなかったので、最初のセットを買ったお値段をお伝えしました。主にね、サイン色紙を書くときに、たまに色を塗ったりすることもあるので、一応用意している感じですね。コピックってね、実際に色を塗った時の色と、この蓋のところについている色が変わって見えることがあるので、こういうね、カラーチャートも作ったりしています。中間合計金額。はい。でね、ここまでお絵描きに必要な機材を紹介してきました。まだね、実は紹介していない機材はあるんですが、ここから紹介するのは、ちょっと絵には必要ない機材も含まれるので、とりあえずここまでの絵に関係する機材だけの合計金額を発表しちゃいますね。さあ、皆さん、いくらぐらいになったと思いますか？結構ね、値段いっちゃってる気がしますね。はい。では、発表します。プロ絵師の機材、足していったらいくらぐらいになるの？合計金額は、はい、合計金額189万4208円です。はい、どうでしょう？予想よりも高いですか低いですか？僕的にはね、他の業界に比べると、例えば飲食とかと比べちゃうと、設備費だけで桁が1桁変わっちゃうんじゃないかっていうぐらい飲食はお金がかかるイメージなので、それを考えるとお絵描きの機材って、そこまで高くはないんじゃないかっていうふうに思うんですよね。いや、高いですけどね。僕の場合には絵に関してはあんまりお金を節約せずにどんどんいい機材を買うっていう方針がもともとあるので、他のプロの方たちと比べてももしかしたら高めの機材を使っている可能性があります。この辺についてはね、後ほどどこが削れるのかお伝えしていこうと思うので楽しみにしていてください。でね、さっきまだ紹介していない機材もあると言ったので、そちらも紹介していこうと思います。撮影機材。残りの機材が何かっていうと、はい、
撮影機材ですね。僕はここ数年こうやって YouTube で情報発信を始めたので、動画を制作するための撮影機材も当然ながらこのように用意しております。まずはパナソニックミラーレス一眼カメラルミックス GH5 21万8643円で、マイクがゼンハイザー MKE600 ガンマイク3万8900円で、そのマイクをつなぐアダプターが結構高くて、パナソニック XLR マイクロフォンアダプター3万3679円。そしてね、カメラのモニターが小さいので、ボケてるのかピントが合ってるのか確認するための外部モニター2万730円。それと最近買ってみた単焦点レンズ2万2299円ですね。あと SD カードが1万800円。それを2枚入れているので2万1600円。そして三脚が1万6880円です。あとね、気まぐれ添削などで背景を透かしていると思うんですけど、あれはですね、クロマキー合成っていう背景の緑色を透かすっていう技術です。そのために背景に緑色のシートを用意する必要があるんですけど、背景スタンドが5000円、グリーンバックのための布が5000円です。はい、YouTube で活動するために揃えたこれらの機材なんですが、全部合計するとお値段こちら36万1131円でございます。さっきのね、お絵描き機材と比べちゃうとそこまでね、インパクトのある数字ではないですね。このぐらい追加投資すると動画でも活動できちゃうんだって考えると結構いい投資じゃないかと僕は思います。表現の幅がぐぐっと広がりますよね。はい、そしてですね、先ほどの機材と全て合わせた最終的なお値段発表します。あくまでね、これは僕の場合っていうことにはなっちゃうんですけどね。プロ絵師の機材全部でいくらするの？部屋にある全ての機材を合計した結果はじゃん !225 万5339円でした。はい、どうでしょう？皆さんの予想は当たりましたか？お金をかけて良かったものでね、最後にお金をかけて良かったもの、逆にもっと安価でも良かったかなって思うものについて紹介していこうと思うんですが、まずはね、お金をかけて良かったものはやっぱり椅子です。これはですね、どうしてもクリエイターは体が資本なので、体を大事にする意味でも椅子は妥協したくないっていうのが正直ありますね。あとはそれ以外ではモニターは結構大事だと思います。それはやっぱり絵って最終的には見栄えが大事だから、見栄えがちゃんと自分で確認できないと何を信用して作業していいのか正直わかんなくなっちゃいます。そういう意味ではモニターは優先して考えた方がいいかもしれませんね。で、正直もうちょっと安価でも良かったかなっていう風に思うのは、これね、難しい問題ではあるんですが、全部妥協したくないんですけどね。でも場合によっては実はノートパソコン自体いらないんじゃないのかなっていう風に思います。っていうのは今はですね、もう iPad の性能がすごく上がってきているので、外で仕事する場合には iPad でライブペインティングしているプロの方も多いですし、 iPad に慣れちゃったらノートパソコンいらないんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。そう考えるとノートパソコンめちゃめちゃ重いし、ちょっとね仰々しいので、これはね削れる部分かなっていうふうに思います。あとそもそもですね、 iPad に慣れちゃうともう場合によってはデスクトップパソコンすらいらないっていうこともあると思うので、それを考えるとですね、 iPad をメインとして考える場合には、今日はね僕の機材は200万円超えちゃってますけど、30万円ぐらいの機材でもプロとして十分にやっていける環境は整えられると思いますね。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回紹介した機材は参考までに動画下の概要欄に URL を貼っておきます。それとね、今回は本は紹介しませんでしたが、本まで含めるとさらにたくさん買ってますから、最終的な金額もドンと跳ね上がると思います。そんな中で僕がこれを読むとお絵描き上達するよという本を紹介した動画もあります。本当は教えたくない絵が上達する本5選、知らなきゃ損、絵がめっちゃ上達する本5選、こちらの動画もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。